バンダイ驚異のメカニズム RX78 ガンダムガンプラ進化の歴史。 RX78 の2ガンダムはガンダムシリーズの始まりの作品である機動戦士ガンダムの主役機です。作中ではアムロレイが登場し、ジオン軍を相手に獅子奮迅の活躍をしたことから白い悪魔と恐れられるようになりました。またアムロ自身は伝説のニュータイプとして名を残し、波乱の人生を送っていきました。そんな始まりの機体であるガンダムはアニメ内で描かれるデザインに近いモデルからメカらしいリアリティを重視したモデル、そして劇中の躍動感あふれるポージングを楽しめるモデルなど様々なガンプラが発売されています。今回は RX78 の2ガンダムのガンプラについて可能な範囲で調べてみましたので、そちらを見ていきたいと思います。なおカラーバリエーションは含めておりませんのでご注意ください。まず最初に発売されたのがこちら、ベストメカコレクション144分の1ガンダム、そして100分の1ガンダム。価格は144分の1が300円、100分の1は700円。機動戦士ガンダムのアニメ放送翌年の1980年7月に発売されたキットです。この2つは同時に発売されました。両方とも胴体が横に長めにデザインされていて、アニメ内の雰囲気に近い印象を受けます。144分の1の方であってもある程度稼働します。緑がかった白色の一色成形ですが、武装はビームライフル、ビームサーペル、シールドが付属。なお1981年4月にはハイパーバズーカ、ガンダムハンマー、ハイパーハンマーといった武器セットが発売されています。100分の1の方は二色成形ですが、足裏のバーニアが再現されているなどモールドがしっかり入っています。また完全変形するコアファイターが付属しています。合体するとコアファイターが丸見えになるものの、きちんと変形するようになっています。武装はバズーカが付属しているほか、オリジナルでバネでミサイルが飛び出すギミック付きのロケット砲が付属しています。それぞれ300円と700円という値段の安さでありながら、アニメのデザインを再現した素晴らしいキットなのではないでしょうか。余談ですが、100分の1のパッケージイラストは日本版ではバズーカを構えていますが、ヨーロッパでは当時の子供向け商品の玩具パッケージコードの関係でビームサーベルを構えた画像に差し替えられています。次に発売されたのがこちら、60分の1ビッグスケールガンダム、1980年12月発売。価格は2000円。青とグレーが追加され3色成形になりました。コアファイターのむき出しも修正、アムロフィギュアが追加、さらにガンダムハンマーが付属。そして全体的なバランスや形状がより良くなりました。昨今のキットと比べるとこの時代は接着剤必須で、色もさすがに全て塗り分けされているというわけではないので部分塗装は必要になりますが、コストパフォーマンスが高くボリューム満点のキットなのではないでしょうか。その次は翌年、劇中の名シーンを再現したキットが発売されます。それがこちら、250分の1ガンダム情景模型、1981年8月発売。価格は700円。こちらはアニメの名シーンを再現したキットになります。ランバラル特攻、ジャブローに散る、テキサスの攻防、宇宙要塞アバオアクーといった4種が発売されていて、様々な機体が付属しています。一色成形ですがジオラマベースまで付いているので、塗装するとあの名シーンが楽しめるキットとなっています。そして3ヶ月後、次に発売されたのがこちら、72分の1メカニックモデルガンダム、1981年11月発売。価格は2500円。こちらは装甲を外すとガンダムの内部フレームを見ることができます。この頃は60分の1が2000円だったからか、2500円は高くて手が出せなかったという意見も見られますが、そのお値段に納得のボリュームとなっています。クリアパーツが採用され、専用台座と背景紙が付属。さらに麦球を用いてメインカメラなどを発光させるギミックも存在します。内部フレームや発光ギミックの始祖ともいえるモデルです。その後、1982年3月には発売されている100分の1キットをそのままに成型色を変えてデカールを加えたリアルタイプガンダムが発売されたりもしています。
次に発売されたのがこちら。250分の1色プラガンダム。1983年7月発売。価格は200円。こちらのキット、情景模型と同じく250分の1なのですが、とんでもない違いがあります。まさかのこのサイズで4色成型なのです。胴体はもちろん、シールドの十字まで色分けされています。そこそこの可動範囲もあり、200円でこのサイズで色分けまでされているということで、非常に評価が高い一品となっています。そして次がこちら。100分の1パーフェクトガンダム。1984年12月発売。価格は1400円。パーフェクトガンダムは、コミックボンボンで掲載されたプラモ京志郎において、主人公の京田志郎が作ったガンプラです。ガンダムを改造した機体なので、中身は、もちろん RX78 なのですが、中身のガンダムが、まさかのリメイクされています。当時購入して感動したという方も多いのではないでしょうか。ガンダムの色分けが白一色成型ですが、中身までしっかりこだわる姿勢が伝わってきます。次に発売されたのがこちら。フルカラーモデルガンダム。1988年9月発売。価格は500円。これは最初に発売された144分の1のものに色分けが施されたキットとなります。そのためランナー状態ですでに色分けがされています。元のキットが一色成型で300円だったので200円で塗装の手間がなくなると考えるとコスパに優れているのではないでしょうか。その後ついに144分の1はリニューアルされ新キットが登場しました。ハイグレード144分の1ガンダム。1990年3月発売。価格は1000円。ガンプラ10周年を記念して作られたキットです。この頃のキットはスナップフィットという方式が採用されて接着剤不要になったので作りやすさが格段に向上しています。またシステムインジェクションという技術により色分けがしっかりされています。ちょっと頭が大きすぎるという意見が出ることもありますが、可動範囲、色分け、作りやすさといったあらゆる点においてこの時の技術が集約されていることが伺えるようになっています。なお改造作例の写真が掲載されている珍しいキットでもあります。そしてそこから5年後、100分の1は新たな時代を迎えます。マスターグレードガンダム。1995年7月発売。価格は2500円。長年ガンプラを愛好してきた大人向けとして登場した新ブランドマスターグレードの第1弾。色分けや可動範囲の広さはもちろん、内部メカが露出するメカニカル感を堪能することができるというリアリティを追求したキットです。ここからしばらくのマスターグレードの説明書にはモビルスーツの構造に関する設定が描かれるようになっており、これを読むのが好きな方も多いのではないでしょうか。次に発売されたのがこちら。60分の1パーフェクトグレードガンダム。1998年11月発売。価格は12000円。本物のガンダムをコンセプトに、プロポーション、ディテール、稼働はもちろん全身の内部メカを再現したキットです。ガンダムが現実に作られたらを体感することができます。作り応え抜群の素晴らしいキットではありますが、オープンハッチの接続がゴムパーツなので締まりにくかったり、この大きさがゆえにパーツがへたってしまうなどの課題はありますが、本物のガンダムを追求した一つの到達点なのではないでしょうか。こうして144分の1、100分の1、60分の1とリニューアルしたガンダムですが、その進化は止まりません。次に発売されたのがこちら。144分の1ファーストグレードガンダム。1999年7月発売。価格は300円。ベストメカコレクション以来の144分の1サイズで、価格300円のキットが再び帰ってきました。白一色成型で、見栄えを良くするためには、塗装や合わせ目消しなどの加工が必要ですが、接着剤が不要になり、デザインが一新して、スマートなフォルムになっています。値段の安さから、一手間加えれば、気軽に自分好みにできる楽しさを与えてくれるキットなのではないでしょうか。次に発売されたのがこちら。マスターグレードガンダムバージョン 1.5。2000年6月発売。価格は3300円。
マスターグレードバージョン 1.0 の発売から5年の時を経て発売されたリメイク版。パーフェクトグレードで培った技術が100分の1サイズに落とし込まれており、特に脚部は内部ディテールが全体に再現されています。見た目のかっこよさはもちろん、非常に安定感があって飾りやすくなっています。また、バージョン 1.0 では、付属されなかった武装である、ビームジャベリンやハイパーハンマーも付属しています。作るのが難しいと言われるマスターグレードの中では、比較的初心者でも作りやすく、特に人気の高いキットとなっています。こうして、パーフェクトグレードから、マスターグレードバージョン 1.5 へ、60分の1から100分の1へと進化した技術が落とし込まれ、次は144分の1の番です。HGUC ガンダム。2001年5月発売。価格は1100円。前回のハイグレードから11年の時を経て発売された新たな HG ガンダム。現代らしいスマートなフォルムに仕上がったキットです。低価格でありながらも色分けがしっかりしており、可動範囲も肩の自由度が高いなどの完成度の高さから高い支持を誇るキットとなりました。次に発売されたのがこちら。24分の1ハイパーハイブリッドモデルガンダム。2002年8月発売。価格はまさかの78,000円。ハイパーハイブリッドモデルとしては、第1弾として12分の1ザクが発売されていましたが、その第2弾として発売されたキットです。全身のフル稼働に加え、デュアルアイ発光ギミックを搭載しています。組み立てには六角レンチが必要で、サイズの大きさからも容易に変えるとは言えませんが、ファンであれば一度は手にしたいキットなのではないでしょうか。そしてお次はこちら。マスターグレードガンダムバージョン過渡期。2002年12月発売。価格は3200円。こちらの元はモデルグラフィックスに掲載された過渡期種のガンダムとなります。かつてはレジンキットでのみ発売されていたデザインでしたが、ガンプラで気軽に入手できるようになりました。こちらはキット開発用に新規で書き起こされたデザインに準拠しているため、元の画工のデザインとは各部のデザインが異なっているのですが、それに加えてイラストと実際のキットのバランスが違うということで、賛否の意見が分かれるキットとなりました。次に発売されたのがこちら。マスターグレードパーフェクトガンダム。2003年12月発売。価格は4000円。プラモ京志郎での初登場から20周年を記念して、パーフェクトガンダムもマスターグレードで発売されました。驚くことに、中のガンダムはまさかの完全新規造形。さすがに、武装がパーフェクトガンダムのものしかないとはいえ、色分けも完璧でプロポーションも整っているため、パーフェクトガンダム全体だけではなく、中のガンダムの完成度の高さも評価されています。そのため、後年には、中のガンダム単体も発売されています。その次がこちら。マスターグレードガンダムバージョン1イヤーウォー。2005年3月発売。価格は3520円。プレイステーション2用ゲーム機動戦士ガンダム一年戦争に登場するガンダムを立体化したキットとなります。脚部などの内部フレームは、主にバージョン 1.5 のものがベースとされていますが、コアファイターのドッキングをオミットした代わりに、腕や胴体、そして外装を一新したことで、パーフェクトグレード的なマッシブなスタイルに仕上がっています。細部までディテールが入っていて、情報量がとても多くなっており、昨今のガンプラの多くに見られるような、ディテールでメリハリをつけるキットの先駆けとも言えるのではないでしょうか。なお、2007年には、アニメーションカラー版も発売されています。次に発売されたのがこちら。12分の1ハイパーハイブリッドモデルガンダム。2006年6月発売。価格はまさかの35万円。24分の1から4年の時を経て発売されました。とはいえ、12分の1では2001年にすでにザクが発売されていたので、これまで出ていないのが不思議だった気もします。巨大なキットなので、フォージングさせた際にレンチで固定することができます。専用リモコンで起動音などの効果音が楽しめたり、デュアルアイとバルカン砲が発光するギミックもあります。大きさが 1.5 メートル、重量は 35kg にもなるので、購入するにも条件を選ぶキットではありますが、こちらもファンであれば一度は手に入れたい一品なのではないでしょうか。お次はこちら。200分の1スピードグレードガンダム。
2007年9月発売。価格は780円。箱ではなく袋入りで販売されていたキットです。200分の1という小さなサイズで袋入りということで、一見食玩に近そうにも見えますが、しっかりと細かいモールドが入っていたり、可動箇所も多く、塗装やマーキングもされています。そして台座まで付属しています。工具を使わず素組みで作っても十分鑑賞できる仕上がりになることから、ガンプラって難しそうと思っている方にこそ一度作ってみてほしい一品となっています。次に発売されたのがこちら。HGUC ガンダムエコプラ。2008年5月発売。価格は1047円。こちらはバンダイホビーセンターで発売された限定キットとなります。2008年からバンダイではエコプラプロジェクトという環境配慮の取り組みを行っており、その一環で作られたキットで、ガンプラ製造の際に出る廃プラスチックを再生利用した漆黒のガンダムとなっています。ガンダム以外にも様々なモビルスーツのキットがあり、後に組み立て体験会などでも配られるようになりました。なお現在のエコプラとしては、他にも2021年にリサーキュレーションカラーと呼ばれるエコプラも登場し、主にイベントやガンダムベース限定で発売されています。そして次に発売されたのがこちら。マスターグレードガンダムバージョン 2.0。2008年7月発売。価格は4620円。これまでのガンダムはデザインや内部ディテールなどの進化が多く見られましたが、本キットではアニメのイメージを追求したものとして立体化されました。そのためデザインは曲線が多い柔らかなイメージになっています。合わせ目がほとんどなく、色分けも秀逸。そして特にコアファイターを搭載するがゆえに、稼働させづらかった腰回りも柔軟に動かせるようになりました。また武装はスーパーナパームが追加され、ビームジャベリンやガンダムハンマーも付属しているので、アニメの再現に力を入れていることが伝わってきます。非常に優れたキットですが、この頃にはディテールの多いキットが多く存在するからか、原点回帰でアニメらしいデザインになったことに対して、もっとメカらしさを追求してほしいという意見と、アニメらしいスマートなデザインが素敵という意見で評価が分かれる印象を受けます。なお、翌年の2009年には本キットをベースとして組み込んだ G アーマーリアルタイプ仕様も発売されています。そして2009年7月、ガンダムは30周年を迎え、お台場において実物大ガンダムが大地に立ちました。ここで同時に発売されたのがこちら。ハイグレードガンダムバージョン G30。価格は1320円。実物大ガンダムと同じデザインになっているため、全体に細かなパネルラインが描かれています。なお、可動範囲はそこまで広くありませんが、144分の1では初期の武器セット以来のチェーンが金属製のガンダムハンマーが付属しているキットとなります。なお、本キットは実物大ガンダムと合わせた PR もあってか、セブンイレブンカラーや ANA カラーなど様々なカラーバリエーションが発売されています。また、その翌月の8月末にはこんなガンプラも発売されました。カップヌードルミニガンプラパック。価格は約600円。4種類が発売されていて、サイズは380分の1スケールとなります。ガンダムの色分けは白赤青グレーの4色でパーツ数が少なく、3分もあれば組み立てできるため、カップヌードルができるまでに作れるというコンセプトなのかもしれません。また、同時にマスターグレードガンダムバージョン1イヤーウォーのカップヌードルオリジナルカラーが当たるキャンペーンも行われました。カップヌードルに合わせて胴体が青ではなく赤のカラーリングになっています。そして次に発売されたのがこちら。48分の1メガサイズモデルガンダム。2010年3月発売。価格は8580円。こちらもガンプラ30周年記念として実物大ガンダムを48分の1に落とし込んだキットとなります。大型のキットにはなりますが、パーフェクトグレードと異なり、幅広いユーザー向けとして作られているため、組み立てやすいストレスフリー設計とされています。その分、パーフェクトグレードやマスターグレードのように可動域が広いわけではないのですが、圧倒的な大きさのガンダムを飾って楽しむことができるキットとなっています。一方、同年7月には、ついにこの新ブランドが登場します。144分の1リアルグレードガンダム。
2010年7月発売。価格は2750円。30周年記念にして、新ブランド、リアルグレードが産声を上げました。144分の1でありながら、パーフェクトグレードを詰め込んだかのような圧倒的なボリューム感を誇ります。リアリスティックデカールが採用されたことで、塗装しなくても、リアル感のあるガンプラを気軽に楽しめるようになりました。内部に、リアルグレード専用のアドバンスドモビルスーツジョイントを採用することで、柔軟な稼働を実現しました。ただ、こちらは、負荷が大きいことから、パーツのポロリ問題という課題も出てきたため、後年のリアルグレードシリーズで、徐々に改善が重ねられていくことになります。翌年2011年は、日本国内では、ハイグレードガンバージョン G30 に、ガンダムマーカーをセットにした、ガンプラスターターセットや、200分の1サイズのカップヌードルガンプラが発売されていますが、他に、海外では、アジア圏で、エントリーグレード、ガンダムが発売されています。もなかわりで、太もも内側が肉抜きになっていたりしますが、プロポーションが整っていて、かっこいいデザインなのではないでしょうか。その次に発売されたのがこちら。マスターグレード、ガンダム、バージョン 3.0。2013年8月発売。価格は4950円。リアルグレードの技術をマスターグレードに取り入れたという印象を受けるキットです。シールドの持ち手が重みでずれやすいといった課題があるものの、サイズが大きい分、リアルグレードで見られたような全身のポロリはありません。新たに採用されたエモーションマニピュレーターは、かなり慎重な扱いが必要という課題があるものの、全体としては素晴らしい完成度を誇ります。LED ユニットで頭部を発光させることもできます。また、プレミアムバンダイでは、武器拡張セットが発売されているので、組み合わせると、アニメの各シーンも再現できるようになっています。次に発売されたのがこちら。144分の 1HGUC リバイブガンダム。2015年7月発売。価格は1000円。2001年に発売された HGUC を完全にリニューアルしたキットです。デザインは実物大ガンダムに近く、スタイリッシュな印象を受けます。こちらのキットの最大の特徴は、とにかく可動範囲が広いという点です。可動軸が多く、引き出し機構を搭載したことで、躍動感あふれるポージングが可能です。色分けされていて、組み立てやすく、プロポーションが良く、可動範囲も広い、という優れたキットになっています。同じ144分の1でも、コアファイタードッキング機構のあるリアルグレードとは対照的に、ドッキングはない代わりに可動域を増やしてガシガシ遊べるようになっているので、ターゲット層の違いが感じられるのではないでしょうか。そして、同年、もう一つのガンダムが発売されました。それがこちら。100分の1マスターグレードガンダムジオリジン。2015年11月発売。価格は5600円。漫画や OVA で展開されていたオリジン版ガンダムは、前期、中期、後期型の3種類が存在しますが、こちらは前期型と呼ばれる機体です。ただ、後期型が使用していたビームライフルも付属しています。オリジン版らしいマッシブなプロポーションに仕上がっているほか、前期型はそもそもコアポッドが内蔵されていないため、腰回りの柔軟な可動域も確保されているので、しなやかな表現が可能です。ちなみに、2022年に公開された映画ククルス・ドアンの島に登場するガンダムは中期型なので、本キットとは細かな箇所でデザインが異なります。そして4年後となる2019年、ガンダム40周年にはまた新たなガンダムが誕生しました。144分の1ハイグレードガンダム G40 インダストリアルデザインバージョン。2019年12月発売。価格は3000円。こちらはガンダム40周年記念企画として世界的に有名な工業デザイナーの奥山清行氏が手掛けられた特別なガンダムとなります。人間らしいフォルムや動きにこだわりつつもリアリティある構造が追求されているので、まるで人間かのようなひねりのあるポージングが可能です。また腰のアーマーは稼働させないという奥山氏のこだわりが反映されているので、膝を曲げてもフロントアーマーで動きが制限されないようになっています。ガンダムベースやプレミアムバンダイで数回販売されたのみの希少なガンプラです。その翌年に発売されたのがこちら。144分の1ハイグレードガンダムジオリジン版。2020年3月発売。
価格は2530円。G40 のように可動範囲がとても優秀なキットです。プロポーションも良く、色分けに関しても腰の V マークがシールになっている以外、きっちりと分けられているなど、非常に完成度が高く仕上がっています。さすがにコアポッドは再現されていませんが、マスターグレードとは異なり、前期型だけではなく中期型も再現可能です。これまでの技術がふんだんに生かされており、欠点があるとすれば、一部のゲート跡が目立つところに出てきてしまうなど、製作時に癖のあるところが少しあるという程度で、今でも非常に高く評価されているキットです。そして、そこから3ヶ月後に発売されたのがこちら。144分の1ハイグレードガンダムビヨンドグローバル。2020年6月発売。価格は2200円。ガンプラ40周年を記念して発売されたキットです。これまでの技術が集約されているため、色分けや可動域は文句なしなのですが、プロポーションに対して賛否両論を呼びました。特に、太ももが太く、ふくらはぎが細いことから、ポージングによって見え方が異なるようになっているので、どうしても好みが分かれてしまうようです。さらに、同年には、こちらのキットも発売されました。144分の1エントリーグレードガンダムライトパッケージバージョン。2020年9月発売。価格は550円。多くの人が気軽に楽しめるエントリーグレードという名のブランドで登場したキットとなります。かつて2011年にアジア圏で発売されたエントリーグレードが国内も含めて展開開始したということでしょうか。30分程度で組むことができるというお手軽さでありながら、色分けも完璧です。プロポーションも申し分ありません。ただ、こちらには武器が付属しておらず、武器付きのものは翌月10月にガンダムベース先行販売され、翌年2021年5月に一般販売。さらに、同年12月に、ビームジャベリン、ハイパーバズーカ、ガンダムハンマーを含めたフルウェポンセットが発売されました。ちなみに、ライトパッケージ版が発売された当初は、袋から取り出さずに組み立てるというのが、ツイッターで話題になっていました。また、同年12月には、ガンダムファクトリー横浜において、実物大の動くガンダムである RX78F00 が登場しました。これに合わせたガンプラも登場します。まずはこちら。144分の1ガンダム&ガンダムドッグ。価格は2750円。そして100分の1ガンダム。価格は3960円。プレミアムバンダイ先行販売が9月から開始。現地での販売がオープン以降行われていました。144分の1は、横浜独特の色分けは、さすがにパーツ単位でされていないものの、可動範囲が優秀で、横浜ガンダムらしいスラッとしたプロポーションになっています。メンテナンスロックの完成度が高く、足を上げてもしっかり固定できることもあって、飾り映えする一品です。100分の1に関しては、こちらも、横浜ガンダムならではの複雑な色分けは、さすがにパーツ単位では再現されていませんが、細かなディテールが多いので、素組みでも高い完成度を誇ります。マスターグレードではなくリボーン100シリーズと似た構造なので、パーツ数が少なくて組みやすいキットになっています。なお、ドックではなく、専用の台座が付属していますが、こちらは、武装やハンドパーツなどが全て収納できるようになっているという良さがあります。他に、横浜ガンダムは48分の1スケールも発売されました。まずオープン当時から、バーストモデルが発売。価格は5280円。LED で、ツインアイとメインカメラが点灯するギミックを持ちますが、首以外は固定のモデルとなります。そして、2021年8月には全身が再現されたキットが発売されました。価格は13,970円。細かな色分けも全て再現されています。ただ、各部に可動軸はあるものの、可動範囲があまり広くないので、ポージングには不向きだったり、144分の1や100分の1には付属していた武器がついていないので、大迫力スケールのキットだけに惜しまれる声も見られました。このように、横浜ガンダムは、様々なガンプラ展開がされていきましたが、横浜の展開と同時に、究極のガンダムが登場しました。それがこちら。60分の1パーフェクトグレードアンリーシュドガンダム。2020年12月発売。価格は27,500円。
ガンプラ40周年の集大成です。パーフェクトグレードという最大級のボリュームを誇るキットですが、ガンプラエボリューションリンクシステムという段階的に組み立てる工程が採用されているため、部品点数の多さの割には非常に組みやすくなっています。プロポーション、内部構造などのリアリティ、柔軟な可動域、発光ギミック、エクストラフィニッシュを用いた素組みでの見応えの良さなど、全てにおいて、ガンプラの技術が集約された一つの到達点と言えるでしょう。なお、当時のプレミアムバンダイでは、クリアカラーボディが発売されており、購入すれば内部を堪能することもできるようになっています。ただ、惜しい点があるとすれば、水転写デカールが、クリアカラーボディの方に付属されているので、本体キットの付属シールだと、コーションマークを貼るとシールが浮き出てしまうところでしょうか。また、違うベクトルのキットも同時に発売されました。それがこちら。144分の1ガンダム、ガンダリウム合金モデル。2020年7月予約開始。同年12月発売。価格は22万円。アニメ内で、ガンダムの装甲材とされるガンダニウム合金をイメージし、チタニウム、アルミニウム、キドルイットリアを混ぜ、最新の金属成形技術で生成した素材の集大成とされるキットです。プラスチック製の内部フレームに内装パーツをかぶせるという作りですが、もはやガンプラというよりも高級な貴金属のような印象を受けます。ちなみに驚きの値段の高級キットですが、プレミアムバンダイで予約開始した瞬間、即売り切れになっていました。もしも今のご時世で12分の1ガンダムを発売したら、同じように一瞬で売り切れるかもしれません。こうして40年の時を経て進化し続けてきたガンダムのガンプラはいよいよ次の進化を見せる時がやってきました。それがこちら。144分の1リアルグレードガンダムバージョン 2.0。2024年8月10日発売。価格は3850円。最新設計の内部フレームを搭載。コアファイター内蔵ギミックがありつつも、プロポーション、可動域、どれも優れていることが伺えます。武装としては、ビームライフルやハイパーバズーカが付属していることに加えて、プレミアムバンダイでの武器セットでは、もう一つのハイパーバズーカやビームザベリン、ガンダムハンマーにハイパーハンマー、そしてスーパーナパームと、劇中の全ての装備が再現できるようになっています。個人的には、パーフェクトグレードアンリーシュドで培った技術を144分の1サイズに落とし込んだガンダム45年の集大成という感じがしますが、皆様はどう思われますでしょうか。あのモビルスーツは量産タイプの安物じゃない。ということで、以上 RX78 ガンダムのガンプラ進化の歴史でした。ガンプラは時代とともに素晴らしい進化を遂げてきましたが、これからどう変わっていくのか楽しみなところです。私個人としては、また、マスターグレードやリボーン100などの100分の1に力を入れてほしいところですが、皆様は、次は、どんなガンプラが出てきてほしいですか？ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。